つもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画は、このダイソーの塗り絵をトンボ色鉛筆で塗りましたが、今回は氷色鉛筆を使って、こちらのダイソー塗り絵を塗りたいと思います。本のすべてのイラストを確認したい方は、前回の動画を見てください。動画のリンクは概要欄に貼ってあります。皆さんは、色鉛筆は芯が硬めが好きですか？それとも柔らかい方が好きですか？これは私の作った色鉛筆の芯の硬さ法です。感覚は人によって違います。私とは意見が違う方もいらっしゃると思いますので、あくまで参考程度にしてください。画面の右側に行くほど柔らかい芯の色鉛筆で、左側に行くほど硬い芯の色鉛筆です。トンボ色鉛筆は学童グレードの色鉛筆の中では硬め寄りの芯です。硬めの色鉛筆は尖った芯を長くキープできるので、細かい塗り絵に適しています。柔らかい芯と比べて色に透明感があります。氷色鉛筆はとても柔らかい芯です。柔らかい芯の色鉛筆は芯の減りが早いですが、硬い芯よりもスピーディーに色を塗れます。硬い色鉛筆よりも隠蔽度が高く、こってりと色を塗ることができます。どちらのタイプもいい点があるので、好みや目的に合わせて使い分けるといいと思います。今回使用する氷色鉛筆は12色から120色までいろんなセットが販売されています。このツインタイプのセットは1000円程度なので、塗り心地を試すのにはお手頃だと思います。このセットは蛍光カラー入りですが、レギュラーカラーだけのタイプも販売されています。氷色鉛筆は彩度の高い可愛い色が多く、トンボ色鉛筆よりも発色がいいです。色鉛筆の蛍光カラーはホルベインなどの高級色鉛筆でもムラになりますが、氷の蛍光カラーは発色はそこそこですが、ムラにならず塗りやすいです。それでは塗っていきます。前回の動画で話したように、この本の紙質は水性の画材を使っても裏写りしないので、水彩色鉛筆でベースカラーを塗って時短します。使用するのは三菱のユニ水彩色鉛筆です。ところで、私は画材のレビュー動画をよく投稿するので、案件だと思っている視聴者様もいらっしゃるようですが、すべて自分のお金で購入したものをレビューしています。レビュー動画は少しでもネガティブなことを言うと、たちまち低評価をいただきますが、いいことしか言わないレビューなんて何の役にも立たないと思っているので、これからも忖度なしの意見を言わせていただきます。でも、悪口言うと低評価をいただくってことは、それだけその画材を愛している方がいるんだなと思います。やっぱり画材との相性は人それぞれですね。まだまだ暑い日が続いていますが、この塗り絵は少し秋っぽい色合いで仕上げたいと思います。背景を先に塗っていきます。木の枝や葉っぱの下書きをします。なんとなく輪郭がわかればいいので、精密に描く必要はありません。背景を描き込みすぎると、手前のイラストが目立たなくなっちゃいますからね。下書きした輪郭の外側を塗ります。暖色系の色を中心に、思いついた色を納得がいくまで重ね塗りしていきます。柔らかい色鉛筆は芯の腹を使って塗るといい感じにぼかしながら塗れます。とりあえず背景はこれで終了ですが、メインを塗った後に修正を加えることが多いです。メインを塗っていきます。
氷色鉛筆は芯が柔らかいので比較的簡単に色のブレンドができます。私の場合は、はじめね、暗い色を塗っておいてから、次ね、明るめの色で伸ばしていく方法でブレンドしています。これは個人の好みなので、薄い色から濃い色の順番で塗っても全く問題ありません。そして、この色鉛筆は力任せに塗っても割と重ね塗りできます。だから、初心者の方でも使いやすいと思います。使いやすい色鉛筆だと思いますが、気に入らない点もあります。一つは、塗っている時に粉が出やすいことです。後輪で塗るときは、100均のお白い用ブラシなどで粉を払うと便利だと思います。その他に気に入らない点は、セット配色です。全部で120色ありますが、やたらとピンクと紫系が多くて、色に偏りがあります。私としては、ベージュ系とグレー系がもっとあった方が使いやすいです。これで完成です。柔らかい芯の特徴を出すために、いつもよりこってりと塗り重ねています。この動画が皆様の参考になれば幸いです。最後にお知らせがあります。私のインスタグラムの方ですでにお伝えしていますが、これから視聴者の皆さんとバジーカラーを始めて交流を深めていきたいと思っています。バジーカラーとはみんなで同じページを塗って完成品を公開してみんなでシェアすることです。今回、ブラジルのラウラさんと2人で初めてバジーカラーしました。同じイラストでも塗り手が変わると全く違った作品に仕上がって面白いですよね。バジーカラーは出来の優劣を競うものではなく、違いを楽しんで両方共有することが目的です。次はリッタバーマンの塗り絵のこの見開きページを1ページずつ塗って2人で完成させますが、もしこの本を持っている方がいらっしゃったらぜひご参加ください。今回の締め切りは9月の末日です。完成したページの画像を両機のアドレスまでメールしてください。概要欄にもこのアドレスのリンクを貼っておきます。たくさんの方に参加していただきたいので、これからのバジーカラーで使用したい本のご提案をコメント欄または先ほどのメールなどにお願いいたします。バジーカラーについてのご意見、ご提案を心よりお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。